消えたんだわ、今度こそ。時刻は12時15分。スクールライフ情報満載ランチタイムスクエア。まずは知的好奇心を刺激する情報から。失われた文明の謎に迫る考古学セミナーの3回目。受講の受付は今月いっぱい。古代のロマンとうさんくさい七不思議者に興味があったらチェックしてみるのもいいかもしれません。続いては図書館からのお願い。借りた本は必ず期限内に返却するように。さて、次は今学院中が注目している話題。そう、謎の連続失踪事件、変質者による犯行、宇宙人によるアブダクション。いろんな噂が飛び交っているけど、中でも一番ホットなのが怪人シロマント。この失踪事件については放送家が徹底取材を敢行。だけどさ、ついこの間まで白マントの死もなかったんだぜ。一体どうなってんだ？ここんとこ毎日現れてんだぜ。だけど噂だよ。でも20年前にも現れたって。僕が聞いた話だと50年前だよ。みんな動揺してるのさ。仕方ないと思うけど、でも白マントがみんなを連れて行ったなんて。だけどさ、じゃあ涼子はどこへ行っちゃったの？それはどこへ行ったのかわかんねえけど、白マントなんか見なかったじゃん。俺たちじゃない、私たち。涼子は自分でどっか行ったんだよ。どうやって？窓があったからみんなが飛び込む前に出て行ったのさ。どこへ？さあな、のりこの方が付き合い長いんだから心当たりあるんじゃねえのか？あったら心配しないよ。そのうちひょっこり戻ってくるさ。13人も消えたんだよ。13人でも30人でもさ、とにかく戻ってくると思うぜ。白マントに食われたわけじゃねえよ。さて、我が放送学科の3年生は今試験期間の真っ只中。そこで必死に勉強しているかわいそうな先輩たちにアドバイスを一言。特に松島先輩、人間諦めが肝心ですよ。スクールライフ情報満載ランチタイムスクエア。ナビゲーターはリタ・フォードでした。先輩お疲れ様。お疲れ。昨日の晩です。友達と2人でインラインローラーで滑ってたんです。私始めたばっかりであんまりうまく滑れなくて、友達に置いていかれちゃって、その時です。尻餅をついていた私の目の前に手が差し出されて。それが白マントの怪人だった。はい、あの時は心臓が止まるくらい怖かった。似顔絵を見せてくれる？どう思います？なんでこんな時に夜中に出かけたりしたんだろう。こんな時ってどういう意味ですか？学院に危険が潜んでいるということですね。え？夜中学院内を出歩くのは危険だと？いや、だからそうじゃなくて、いやそうなんだけど、つまりいろいろな噂については知っています。消息のつかめない生徒が何人か13人いるのも事実です。ただ噂に関しては生徒たちの不安な心理の産物であると学院は考えています。その噂がさらに不安を煽り、
ありもしないものを見せてるんです。つまり錯覚だと？怖い怖いと思っていると自分の影にも驚いてしまうものです。今回のケースもそれと同じで、白っぽいものは全て噂の怪人に見えてしまうっていうことだと思います。なるほど。ところで白っぽいものってどんなものがあります？ありがとうございます、理事長。またお願いします。また？参ったな。どうぞ。すいません。でもインタビューの練習をしておいた方がいいかもしれませんね。やっぱりこれからも受けなきゃまずいですか？理事長ですから。そろそろお別れの時間です。リタ先輩は帰ってきません。危険な学院内のどこかに。白マントに襲われたらどうする気だろう。それはスクールで喜びますきっと。ということで居残りトワイライトでも白マントの食わなきゃ体が参っちまうぜ。届く場所は全部一緒だけど。何なの？白マントの怪人って。だからくだらない噂だって気にすんなよ。いいね、龍は。皆さんにお願いします。決して噂に惑わされないでください。所在のわからない生徒たちは必ず見つけ出します。質問に対してしばしば返答に詰まった理事長の姿はそのまま今の学院の動揺を表しているように思えました。私たちの周りで今一体何が起きているのでしょう。誰かいるの？見たぜインタビュー。もう二度と受けたくないよ。そうか？カメラ映りゃよかったぜ。そう。ところで理事長、女学院の生活は楽しいでしょうか？はいはい。ふざけてる場合か。なんだよ、ノリの悪いやつだな。こういう時には心のゆとりが必要なんだよ。そうかい。まったくいいな、龍蔵は。ごきげんよこら、セクハラ教師だから1943年にアメリカ海軍の実験で軍艦を消したとかいう話でしょ。バカバカしい。でも実験の後その乗組員の体が突然炎に包まれたり、体が周期的に半透明になったりしたの。でも正面から外しちゃダメよ。そんな話誰が信じてますの？宇宙人にさらわれたなんてアホ話信じてる人には分かりませんわ。何がアホ話よ。あなたがよ。タイムスリップ説とアブダクション説、連続失踪事件の解釈をめぐってズームしなさい。ズームバック。ちょっと落ち着いて。一体どうしたの？おっと、理事長の登場です。事態をどう収拾するのか、これは見ものです。彼女が私たちに難癖つけてきたんです。触らないでよ。一体何すんのよ。ああ、なんということでしょう。理事長が争いの渦に。先輩、何を。これからって時にとんだ邪魔が入ったわ。こっちは助かったよ。しかしひどい目にあった。あれが今の学院。みんな混乱しているのよ。確かに。昨べの目撃者に会ってきたわ。彼女が見た相手の特徴も白マントのそれと一致した。でもおばあちゃん、学院長に聞いてみたんだけど。白マントね、私は会ったことないわね。でも旧校舎時代には幽霊話もいっぱいあったわよ。屋根裏の寝ぼすけとかトイレのおためとか。トイレのおため？推薦じゃなかったから、とにかく要するに噂話なんだよ。でも六蔵さん、これ
ください。そっちはこれもしかしたら白マントだわ。こんなにいっぱい。理事長、これ放送課で使わせてください。ダメだよ。もっとちゃんとよく調べないと。問題がなければ渡すから。問題がなければ？こんな時間になっちゃった。噂は過熱する一方です。目撃したという生徒の数も増えています。でもそれ以上に問題なのは、生徒たちの間に学院への不信感が広がっていることです。何かを知っていて隠しているのではないかと。行方不明の生徒が13人もいるんですからね。のりこは食欲ないんだったらせめてホットミルクにするとか。同じものにする。え、噂に振り回されるのはやめたの。だってほら、涼子ってああいうやつじゃない？きっと黙ってどっかに遊びに行ってるだけなのよ。それはそれで問題だけどな。ねえねえ、知ってる？お、先輩から聞いたんだけどさ、20年前の話、結局行方不明になった生徒は一人も見つからなかったんだって。で、それから何年も後で、ああ、北の山で人骨が見つかったんでしょ？腕とか足とかバラバラで。よくそんな無神経な話ができるわね。消えたのは同じ学院の生徒なのよ。人の気持ちも知らないでそんな話をするなんて。ったくもう、どいつもこいつもわけわかんねえ話しやがって。ありがとう。大丈夫だから。うん、そんならまあいいけどさ。昔はこうやって中庭にシーツとかを干していたらしいんだ。それがある時風で飛んで、あんな写真がいっぱい撮れてしまったらしい。まるで心霊写真のようだったけど、原因がこんなことだって。六蔵さんはそれを教えてくれようとしたんだと思う。それが調べた結果？うん。他の写真は？だからできればもう白マントのことを放送しないでほしいんだ。みんな君の放送を聞いてますます。私のせい？いや、そうじゃなくてさ。それじゃあ午後の授業のある人は教室へ。白マントの情報は放送課へよろしく。いや、大丈夫？龍から聞いた。あのさ、元気出せって言っても無理かもしれないけど、元気出せよ。このままのりこまでどうにかなっちゃったら困っちゃうよ。私も消えるってこと？違うよ。そうじゃなくてさ。だから気持ちはわかるけどさ。お兄ちゃんにはわかんないよ。わかるよ。わかんない。そんなことないって。絶対にわかんない。私、涼子のこと本当に大好きなんだ。この世の中で一番好きなんだ。それが消えちゃった。なんとかこれならいけるんだ。だけどアトリエ中を使っちゃうから、これはこれで文句言われるかな。そうなると今だったら私白マントは大歓迎だな。
それもなるべく大きいやつがいいな。理事長、もしかして消えた子たちが苦しんでるって思ってる？どうかな。実は誰も知らない世界でのんびりしてるなんて思うのはどう？本当にそうだったらそれはそれでいいけど、こっちの世界は大混乱だよ。それはそれで仕方ないと思うな。そういうわけにはいかないよ。私理事長のそういうとこ結構好きだよ。どこか頼り投げだけど実は頑固者。話したっけ？僕も人が消えるのを見たことがあるんだ。なんでそんなもの見ちゃったのかわけわかんないんだけど、今さら単なる勘違いだったなんて思いたくないし。お兄ちゃんに分かるわけないって言ったけど、分かってないのは私だった。お兄ちゃんは最初から一生懸命だった。メリナが消えた時から。だけど私は涼子が消えるまで何にも分かってなかったんだ。ごめん。別に謝ることなんかないって。みんな同じさ。毎晩これをつけて。悪気はなかったのよ。ただ毎日毎日行事の案内をして流行りの曲をかけて退屈だったの。もっとエキサイティングな放送をしたかったのよ。みんながあっというような。それだけにしては悪質だと思わなかったの？ごめん。二度とこんなことはしないと約束してほしい。このことはここだけの話にしたいんだ。それがベストだと思う。どうですか？オーケー。もう二度とやらない。誓うわ。白マントの情報はもう締め切ったっていう放送はしない方がいいわね。ああ、バカバカしい。怒る気もしないわ。そうそう、ちょっとしたジョークよ。少しブラックすぎたかもしれないけど反省して。何するの？彼女の親友も行方がわからないんだ。何か分かってることは？え？事件についてよ。真相を突き止めてみせるわ。放送のため？やり方が間違ってたわ。殴られてやっと分かるなんてかっこ悪いけど。はい。なるほど。それなら案外簡単かもしれないな。彼女大丈夫かしら？多分。でもとにかくみんなを見つけるしかないです。根拠はないんだけど、でもどこかに無事でいるような気がするんです。最初がシャワー塔、そしてプール、オブジェ、古い用具室。何か法則はシャワー塔、プール、新しくできたオブジェ。オブジェじゃないわ。オブジェにとらわれすぎていた。本校舎の正面玄関ってことじゃない？いつもは結局よくわからないのに。
西の急行車へ行けってこと？今回はリタがいた。誰だか知らないけど全部わかってるのか。一体誰なんだお前は。随分と大きな声だね。私は知ってるよ。君。シスター。森へ。